松浦さん、おはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか。ですね、この前アフィラムを霜に当てて凍らしてしまったリベンジをちょっとしていきたいと思いますんで、アフィラムの板付けとアフィラムの丸太付けまだ他にも作っていたんですよ。あれぐらいのレベルのやつがまだ残っていたんで、それを紹介したいと思います。霜に当てて凍らしたやつはですね、今10度以上あるハウスで養生しています。今朝も見たんですけど、ある程度ですね、ちょっと落ち着いたからショックからちょっと立ち直ってきたところでして、はい、このままいけばもしかしたら順調に回復してくれて、いくつか花がついてくれるかなと思います。株自体はそんな枯れないと思うんで、逆にですね、今回ああなった感じで来年はですね、株がきれいにできる可能性もあるんで、はい、そこら辺をまた1年かけて、作っていきたいと思います。はい、無駄にはしないですんで、はい、ちゃんと生き返らせて、また復活させて皆さんに紹介していきたいと思います。はい、クルーカラ村さんの YouTube で追ってもらいますんで、また見てください。はい、今回はですね、本当にこれ前のアフィラムの板付けと丸太付けのリベンジということで、新しい商品を紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがですね、やっぱり3年ぐらいかけて作り上げた商品になります。いい感じで高めも伸びて、板にと流木についてくれたんで、こういう形になりました。はい、去年よりははるかにちょっと、レベルアップしたのかなと思っています。毎年ですね、レベルどんどん付加価値がつくような形になればいいかなと思っているところですね。はい、これもですね、先日紹介したアフィラムの親木の高めスキーですね、あれをですね、高めを取らずに流木とか板につけたっていうのがこういう感じになりました。こんな風にもなりますよという形で応用編になるかなと思います。こういう板につけて高めをですね、バルブごとU ピンかなんかで留めてやるんですよね。そうしたら、しっかり根がつきますんで、はい、アフィラムはですね、着生率がすごくいいです。板に結構うまくついてくれますんで、こういう感じで仕上がってきました。これがですね、アフィラムの板付けの商品ナンバー1番になります。こういう感じです。高めの根っこはですね、しっかり苔玉と板についてきておりますんで、しっかりもついています。これですね、今年ある程度花がついてくれると思うんですよ。今年の成長がすごく楽しみです。この高めがですね、根っこついたところからまたバルブが2、3本出てきますんで、ですから来年は、これ10本以上高めがついてるんで、ちょっと掛け算はできないけど、来年はバルブができてくれると思います。空中にある高めですね、なかなかつかなかったんですけど、それもですね、ある程度伸ばして板についてくれるような感じになるかなと思います。こういう感じです。くるくるっと回してかっこよく仕上がったかなと思うんですけどね。はい、高めがちゃんと苗になってくれて、それから株が出来上がってくるのがすごく楽しみかなと思います。これもちょっとやはり一つ一つ違った感じの仕上がりになっています。これがアフィラム板付けの商品ナンバー2番ですね。はい、こういう感じですね。これも高めをバルブと流木にくっつけてみたらこういうなったっていう感じですね。はい、こういう感じの仕上がりになっています。しっかり根っこを張ってますね。これはちょっとこっちに傾きがあるんですけれども、これは日光の置き場によってこういう形になったのかなと思います。これも、こんな感じ、ちょっと自然な感じでこんななったという感じですね。しっかり板にとか流木ついてるんで、これはこれでずっと育てた方がいいと思うんですよ。でも株をちょっと増やしたいわという方はこの高めをですね1、2個取ってまたつけて他の苗を作ってあげてもいいかなと思います。でもこれはこれで残した方が今年素晴らしい株になると思うんですよね。はい、ちゃんとこれで4月に肥料やっていけばですね、この高めのバルブの元からやっぱり1、2本は出ますんで、はい、高めから1、2本、高めから1、2本、高めから1、2本出たら結構な数のバルブが今年は吹いてくれると思うんですよね。ですから、これはこのままで育て
ということと、もし苗を作りたいんであれば空間に浮いてる高めもあることあるんですよ。だからそういったやつは取って苗を作ってもいいかなと思います。でも板にしっかりついているやつはそのままの方がいいかなと思いますね。ちょっと回してみますとこういう感じで仕上がっています。今まではアフィラムはこういう形の商品というのはなかったんで、普通鉢上で長く下がっているという状態だったけど、これはですねある程度板につけて全体のバランスでかっこよくなってるんじゃないかと思うんですよね。ここまでするのにやっぱ3年ぐらいかかりますからね、簡単にはできないですよね。でもこれからアフィラムの商品作りとしてはこういった形の、仕上げ方もいいのかなと思っています。ただポットに入った苗じゃなくて、こういった形の製品を作っていくというのも一つかなと思ってますので、普通の苗とはちょっと違って付加価値がついた商品になったのかなと思っています。はい、ぜひまた皆さんのところで育てて今年むちゃくちゃいい株を作ってもらえればいいかなと思っています。今年の成長がすごく楽しみな商品ですね。またこういうのも先ほどとちょっと違った感じのやつが出来上がりました。これもアフィラムの板付けの3番ですね。3番です。こういう感じの商品になっています。この辺はですね去年咲いてくれたバルブ、高めが出たやつのバルブをそのまま残しています。もう板についたんでこれは切ってあげても全然平気ですね。しっかりついてますからね。高めがこういう形でついています。根がついてます。はい、こういう感じですね。でこの高め、これぐらいバルブが伸びてくれば何輪か今年花がついてくれると思うんですよね。これにずっと花がつくんじゃなくて 2,3 輪つくのも一つの風情かなとは思うんですよね。花がたくさんいっぱいつくのよりもある程度パラパラっとついて今度日本のわびさびを出してくれるような形になるとすごくいいのかなと思っているところですね。これはですね裏からも見れる、どっか空間にかけてあげて、全体で見れるっていう形になったのかなと思いますね。世界に一つだけのオリジナルの作品になったのかなと思っています。はい、こういう感じです。これも今年の成長が楽しみですね。ここからもバルブ吹くし、この辺からもバルブ吹いてくるから来年はこれぐらいの商品ができるのかなと思っています。これがですね、はい、アフィラムの板付けの商品ナンバー4番です。これもですね、高めを去年はこの苔玉にぐるっと巻いて、高めをつけたっていう感じのやつですね。で裏にもこういう感じでついてくれて、これが去年の咲いたバルブです。で高めが出たやつですね。この板にはなかなか板とか流木には、なかなか U ピンで刺すことできないんで、ちょっとこれをぐるっと回してある程度固定したらそれについてくれたっていう形ですね。これも高めがですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 軽く数えて14、15本は高めがついています。でこれにパラパラっと花がついてくれたらすごく可愛くなるんじゃないかと思うんですよね。でその後は夏場は観葉植物として楽しんでいただいて9月ぐらいまでバルブがどんどん伸びてきますからね、そこへも楽しめるかなと思います。はい、こういう感じで仕上がっています。またちょっと変わったやつが来ました。やっぱりオリジナルですね。これがアフィラムの板付けのナンバー5、5番ですね。5番。これもですね板に流木を合わせて、かっこよく仕上がったような感じになりますね。この流木の立体感が面白いかなと思うんですよね。これが面白いかなと思います。それと高めも自然について自然っていうか、ある程度いろんなところついてバランスも取ってくれてますんでいい仕上がりになってるんじゃないかと思うんですけど、はい、これに花がパラパラ咲いて今年新しいバルブが伸びてきたらまたすごくかっこいい、商品になってくるんじゃないかと思うんですよね。はい、この根っこの動きもすごく面白いっていうところです。はい、皆さんに味わってもらえればいいかなと思います。
今年の本当に花が終わった後が楽しみですね。この根の成長、バルブの成長がすごく面白くなるかなと思っています。流木の立体感ですね。板と流木の立体感、はい、この辺も面白いと思うんですよね。はい、根の動き、バルブの成長、そういうのも楽しめると思いますんで、ただポット苗じゃないこういった応用編も皆さんもご家庭でできると思いますんで、ぜひまたこういうのも挑戦してください。高め付きの親株をいっぱい買っていただいた方も、また今年もですね高めが出ると思うんですよ。そういったのもまた、こういった形で応用してあげるのも一つかなと思います。大体ですね、1、2年、2、3年作ったポット苗には高めが結構ついてくれるんで、はい、そういったのもこういった形で応用してやるとすごく動きのある綺麗な商品が作れるんじゃないかと思います。やってみないとわからない。私もこういう形で初めて作ったんですけど、面白い仕上がりになってきたんじゃないかと思いますよね。はい、こんもりしてるからですよね。これがですね、桜の丸太に流木をセットしたやつですね。はい、これもすごい感性が込められてるんですよ、このバランスで。これもですね去年高芽がいっぱいできたんで U ピンで刺すことはできないんで、ぐるっと巻いたところもあるんですよね。でもしっかり根がついてくれたんで、はい、いいのかな。で一つ考えたのはこれが刺しにくい場合はですね、最初紐かなんかで固定してやると根がつくんで、それから紐外してもいいのかなと思っています。はい、私もですねアルミ線である程度湯わいたところはあります。そうして離れているところは丸太につけたり流木につけたりしてちょっと工夫しながら作成させました。両方に広がってですね、こういう感じ、すごくかっこいいと思うんですけどね。いや、かっこいいと思う。はい、でも本当にアフィラムを合わせることによって動きが結構出るんで、また一つの付加価値がつくのかなと思っています。ちょっと桜の木がですね、ちょっと生木を切って少し乾かしたんで割れ目とかですね、ちょっと黒ずみとか出ますけど自然な感じです。細工してません。ニスも塗ってないし、切ったまんまを乾かしたという形ですから、ひび割れとかそういったのはこれが自然な感じかなと思います。ひび割れに根っこが入っていって、それも風情の一つかなと思ってますんで、しっかり根も伸びてきてですね、これも面白い動きになってるんでいいのかなと思っているところですね。これがですねアフィラムの丸太漬けの商品ナンバー2番です。はい、これは流木を2つセットしてあります。流木じゃなくて丸太を2つセットしています。で流木もですねちょっとバランスを取るためにここにちゃんとセットしてありますね。これはですねしっかりしたバルブ、去年伸びたバルブですね、今年花つきます。1本2本しっかりした、バルブが残っていますんで、これに花がつきますね。それに高めのバルブも伸びてますんで、花がついてくれると思います。はい、去年の咲いたバルブはですねこれをぐるぐる丸めていったんで、ここに花はつかないんですけどね、こういう感じでの仕上がりになっています。はい、これもかっこよく仕上がった、アフィラムの丸太漬けの商品ナンバー3番ですね。こういう感じ、大きい桜の木に流木が、2本セットしてありますね。はい、こういう感じで、はい、とアフィルもついてますんで、ポイントですね、ポイントにつけています。アフィルのスミカかな。はい、こういう感じですね。でこれは去年伸びたバルブなんで花がついてくれますね。1、2、3本はついてくれます。あとは高めになるんでちょぼちょぼ花は咲いてくれると思います。はい、でこの辺去年伸びたバルブが少しあるんですけど、この辺はカットしてあげてもいいと思います。まだ去年のバルブはカットしてませんから、今紹介しているやつは古いバルブはカットしてもらっても大丈夫ですね。空間にある高めがあるんですけど、それも根っこを伸ばして苔玉の方に入っています。この高めですね。でこんなの取ってまた苗作ってあげてもいいですし、こういう感じの仕上がりになっています。今回はですね、アフィラムの、リベンジとして、この前ちょっと霜に当てて凍らしてですね、アフィラムが朝凍っててびっくりしたというところなんですけど、凍らせてですね傷んだやつはちょっと1年かけて復活させて、どうなるかというのもお知らせしていきたいと思いますので、先ほど説明しましたけど、オンリーワンのちょっと商品がちょっとできていると思いますんで、そこへもできれば味わっていただいて、いろんなのが応用できると思いますんで、そこへも参考にしていただければいいかなと思っておりますんで、高芽がいっぱい
板とか丸太についておりますんで、それから今年の夏ですね、夏バルブがいっぱい成長してくるのがめっちゃ楽しみだっていうところもありますんで、本当に花が咲いてる時は 100% じゃなくて、育てる過程がちょっと面白いかなと思っていますんで、今回はアフィラムの板付け丸太付けの紹介でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。